こんにちは、ミッキーです。今回は日帰り満喫プラン鎌倉カフェ参戦としてお店をご紹介していきます。山と海に囲まれ自然豊かなお出かけスポットであります鎌倉。今回は10月上旬のタイミングで訪れていますので、夏の終わりの季節の様子をご紹介していきますが、四季を通して花々を楽しめるお寺や神社が多く、特に梅雨時の紫陽花や秋の紅葉は見応え抜群でございます。今回は鶴岡八幡宮から徒歩1分、鎌倉のメインストリートに誕生したばかりの英国アンティーク博物館バム鎌倉の様子もご紹介していきますので、ぜひそのあたりも合わせて確認していただきつつ、週末の日帰りプランの参考としていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずは鎌倉に向かう途中の江ノ電の様子をご紹介していきます。おそらく鎌倉に行ったことがある方は一度は江ノ電に乗ったことがあるかと思うんですけども、改めて乗ってみるとこの路面電車の様子とかもとてもですね、趣があって素敵だなと感じますし、特に天気がいい日なんかにはこういった景色も合わせて楽しむことができますので、ぜひ楽しみ方の一つとして江ノ電の活用も検討いただければと思います。冒頭で申し上げました通り、10月の上旬ぐらいの天気のいい日に伺っているんですけども、この日はまだ暖かい気候でございまして、こういった海辺の様子とか空の感じもとても素敵でございました。さて、まずはじめにご紹介しますカフェは2020年6月にニューオープンしました波町ベーグルさんでございます。北海道産の小麦であります春豊を 100% 使用したこだわりのベーグルが味わえる鎌倉エリアで大注目の古民家カフェになっています。春豊、ちょっと発音がわからないんですけども、こちらの春豊は栽培が難しいため生産量が極めて少なく、国内産小麦の 1% にも満たない幻の小麦粉だと言われているということでございます。そんな小麦を使用しつつ、星の天然酵母など素材にこだわり、体に優しいベーグル作りを心がけているベーグル店になっています。こんな形でベーグルの種類がとても豊富でございまして、デザートベーグルとご飯ベーグルを合わせ注文していただくなど、様々な楽しみ方を検討していただいて、それこそ気になれた場合はテイクアウトをしていただいて、お家で楽しむという形も一つの選択肢になるかなと感じています。こちらのお店は築100年超の古民家を改装したカフェでございまして、今映していますような特製ベーグルの他にも厳選素材を挟んだサンドプレートなども用意されていますので、モーニングやランチ時にがっつりと食べたい方はそちらのプレートも注文していただくと、また違った楽しみ方ができるかなと感じています。こちらが今申し上げましたプレートセットのメインになっていますね。主にディスプレイされていたようなスイーツ系というよりかはご飯系のベーグルをいただけるような形になっています。この日はまずこちらの豚さんと明太子クリームチーズ、そしてアイスコーヒーをいただきました。豚さんはこの鼻と耳がマシュマロで作られているんですけども、見た目も含めてとても可愛らしいです。特に人気なベーグルでございまして、インスタグラムを確認していただきますと、昼過ぎぐらいには売り切れてしまうこともありますので、ぜひそういった情報も参考にしていただければと思います。こちらは鎌倉しらすベーグル&カマンベールチーズのセットになっていまして、1200円でいただきました。こちらのセットの場合はサラダやスープも合わせていただくことができますので、ヘルシーで健康的なメニューをいただけるというところも注目のポイントになっています。こちらのお店自体は細道にある隠れ家のようなカフェになっているんですけども、朝から常連さんが多くて、特に地域のお客さんがテイクアウトしていくような様子がとても印象的でございました。こちら海辺の近くの景色と合わせてぜひ楽しんでみてください。続いてはこちらの英国アンティーク博物館をご紹介していきます。通称バム鎌倉と呼ばれているんですけども、こちらは実は2022年の9月にニューオープンしたばかりの施設になっています。私自身シャーロック・ホームズがとても好きで、シャーロックのドラマを見たりとか、あとはコナン君とかに登場していく小ネタもすごい好きで、さらに本も実は読んでたりということで、ぜひともシャーロック・ホームズの世界観に触れたいと思ってこちらを訪れさせていただきました。
こちらの施設はとてもアクセスも良くてですね、鶴岡八幡宮から徒歩1分の鎌倉のメインストリートに誕生した施設になっていますので、その点も注目ですね。こちらが先ほど申し上げましたシャーロック・ホームズ好きは必見のエリアになっています。建築の設計は英国ビクトリア&アルバート博物館の分館 V&A ダンディを手掛けた隈研吾氏が担当しています。私の過去の動画の中では隈研吾さんの動画も紹介してますので、ぜひそのあたりも参考にしてみてください。こちらシャーロック・ホームズの部屋になってるんですけども、シャーロック・ホームズの人形もあったりでとても趣深い感じですし、ホームズファン必見のですね、バイオリンの様子ですとか、あとは寝室とか、そういった一つ一つの作中に登場する探偵グッズとか、あとは原画のプロットなんかもありましたので、その辺も注目のポイントになっています。こちらの博物館を設計された隈研吾さんは、古都鎌倉の参道にふさわしい建物として伝統工芸の鎌倉彫からインスピレーションを受けた外装をデザインしていますので、冒頭で映させていただいたような外観もそういった観点でも確認していただくととてもいいかなと思います。こちらはアンティークの階段なんですけれども、階段自体を施設に丸ごと搬入したということでございまして、そういったところもですね、どうやって持ってきたんだろうという想像力をかきたてられるような空間になっています。館内は1階から4階までの全4フロアで構成されていまして、それぞれ時代やテーマの異なるアンティークを展示しています。でこちらはおそらくビクトリア時代の王朝をイメージされているのかなといった形でございます。こちらの博物館の館長の土橋さんは長年にわたってコレクションした本物のアンティークを展示していまして、こちらの博物館を通して次世代にアンティークの世界を伝え、物や人を引き継ぐ素晴らしさ、大切さを多くの方に感じてもらいたいというメッセージを込めたミュージアムになっています。続いてご紹介しますのは、北鎌倉駅の近くにあります喫茶民家というところでございます。こちらお店の外の様子を映してるんですけども、実は店内の撮影は一切できなかったので、今回は写真をベースにご紹介しようと思います。ただ写真に関しましても手元しか写せませんでしたので、ぜひですね、この店の様子とか空気感はご自身の足で訪れていただいて確認していただければと思います。昭和初期の古民家を数年かけて改装したこだわりの空間が魅力的になっていまして、仕切りを全て取っ払った開放的な店内にはアンティークの木製家具が設置されていて、とても温かみのある空間になっています。お昼過ぎから非常に混雑しますので、確実に入りたい方はオープンと同時に訪れていただくのがおすすめになっています。こちらこの日は水出しのアイスコーヒーとミルクコーヒー、そしてナポリタンをいただいていました。基本的に手作りで提供されるメニューはどれも絶品になってますので、ぜひお好みの味わいを感じてみてください。そして最後にご紹介しますのは、2020年6月にオープンしましたバーブコーヒーの北鎌倉店でございます。私の過去の動画の中で新宿店のバーブコーヒーさんですとか六本木店のバーブコーヒーさんご紹介してるんですけども、こちらはバーブコーヒーロースターズさんが日本店舗としては初のロースタリーとしてオープンしたカフェになっています。独立系スペシャルティーコーヒーの中で全米最大規模を誇りますバーブコーヒーロースターズさんは、サンタクルーズ初のリアルカリフォルニアスタイルを象徴するコーヒーブランドになっています。なので西海岸らしさが漂うようなパッケージにもなってるかなと思っています。本当にイメージですけども、ニューヨークっていうよりかはロサンゼルスに近いようなこういったストリート系のブランドも特徴的ですよね。でこちらの店では大きな焙煎機が特徴的になっていまして、そういった焙煎作業も見学することができますので、そういったところも一つの楽しみとして感じていただければなと思います。またテラス席ではペットとコーヒータイムを楽しむこともできますし、実は店内にもペットを連れていただくことができるということでございまして、とても開放的な空間、アットホームな空間になっているのかなと思っています。さらに駐車場も広々としていますので、鎌倉ドライブがてら立ち寄るのもとてもおすすめかなと思っています。でこちらではですね、フードメニューの提供もございまして、葉山のベーカリーであります葉山ブレッドクラブさんのワッフルがいただけたりとか、ペイストリーに関しましては那須のベーカリーでありますカーネルブレッドさんの味わいを感じることができます。こちらの北鎌倉店のバーブコーヒーさんで焙煎されたコーヒーが以前にご紹介したような新宿店とか六本木店にも提供されているということでございますので、ぜひですね、一番新鮮な状態で味わいたいという方はこちらの店舗足を運んでいただきたいなと思っています。こちらはこの日いただきました金木犀ラテと、あとはワイルダーブレンド、そしてプレーンワッフルになっています。
特にアサリの豆も試すことができるこの空間の中でラテとの組み合わせを試していただいたりとか、あとはですね、シングルオリジンも提供することができる自家焙煎コーヒー店ならではの考え抜かれたブレンドコーヒーを味わうこともできますし、さらにこちらの店の特徴的なのはテイスティングをしていただくこともできますので、ぜひお好みのコーヒー探していただく楽しみを感じていただければと思います。以上、今回は日帰り満喫プラン鎌倉カフェ3選をご紹介させていただきました。鎌倉自体は鶴岡八幡宮ですとか、あとは大仏も観光スポットになってますので、ぜひまだ鎌倉に訪れたことがないという方に関しましては、そのあたりも旅のプランの一つに組み込んでいただければなと思います。ただですね、鎌倉自体は夕方ぐらいには閉まってしまうお店が大変多いので、なるべく朝早くから訪れていただいて、その空間とかその雰囲気とかを味わってほしいなと思っています。またこれからの秋の季節には紅葉もとても素敵になるかなと思いますので、ぜひですね、紅葉のおすすめスポット、インスタグラム等で事前調査していただいて、そういったところも訪れていただく前提でプランを組んでいただくと、とても充実感がたっぷりな一日にできるかなと思います。以上、ミキでした。ありがとうございました。